ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。なんだろう？年配の方の話かな？早速確認しよう。これは今から30年ほど前でしょうか。私は当時25歳ぐらいだったと思いますが、東京の日本橋にある商社に勤めていました。部署は商品部で取り扱い商品の配分、生産等を担当していました。メーカーではなかったので商品発注、納期確認、出来上がり商品の発送先担当者との打ち合わせがメインの仕事です。とにかく電話での打ち合わせが多く、各担当の要望、売上に生産調整と結構多忙な就業だったと思います。自社製品であっても自社工場で作るわけではないので、それなりに競合他社の競り合いもあり、毎日遅くまで残業していたのを覚えています。その日も生産調整の打ち合わせで東京支店の担当者と会議になり、気がつけば午後11時を過ぎていました。私の自宅は会社から1時間半ほどのところでしたが、もうこの時間では明日の予定も考えると、帰るのは諦めなければなりませんでした。会社には当然のことながら女子更衣室があり、昔でいう電算室等のデータ分析部署が遅くなった時に泊まるため、畳敷きで布団も常備されていました。11時を過ぎてもやはり電算室の方がまだおり、セキュリティのこともありましたので色々聞きながらその手はずを整え、私が最初に更衣室へ入った時間は11時半頃。入った瞬間になんというか、おしろいとかなんかの化粧品のような匂いがものすごくして、改めて女子更衣室というのは、こんなに時間が経っても匂うんだなぁと思いました。布団を敷きながらテレビを見ていると、12時頃になって最終退社の方がやってきました。よろしく。お疲れ様でした。と会話を交わした際、私は何気なく、女子更衣室ってこんなに化粧臭いんですね。と聞くと、その方は匂いを嗅ぎながら、別にそんなことはないと思うけど、と言いながら帰っていきました。私だけが匂うわけないだろう。と思いながら、もう会社には私たった一人です。かなり長い会議をしていたので疲れていたのか。30分ほどテレビを見ると眠くて仕方がなくなり、消灯して眠りにつきました。どのくらい眠っていたかわかりませんが、突然更衣室の中で、パリーン、と食器が割れるような音がしました。その音があまりにもはっきり聞こえたので、何かが落ちたと思って電気をつけて確かめようと思いました。ですが首から下の部分が全く動かないのです。金縛り、と思うものの、そんな経験は初めてなもので、どうすればよいのか全くわかりません。首は動きます。目も開いています。その他の体はピクリとも動きません。緊張がどんどん募り、耳にはグワーンというような、耳鳴りみたいなものも聞こえています。すると、私の頭の上から畳を歩く音が聞こえてきました。頭の上から始まった足音は、私の体の周りを音を立てながら歩いていきます。目は開くものの、怖くてその音の方を見ることができません。体は緊張でますます硬くなっていきます。足音が自分の足元に近づくと、音はしなくなりました。もう大丈夫かなと思って視線を足元へ向けると、白い T シャツを着たショートカットの女性が、私の足元に立っていました。その髪型、顔の感じは今でも覚えています。恐怖で目を閉じた私は、そのまま動くのを諦めました。その後いくらお経を心の中で唱えても、
体は動きません。でもその女性の存在感は確かに感じ、目を開けることができませんでした。その後何時間そうしていたかわかりませんが、一睡もしないまま明るくなるまでじっとしていました。金縛りは夜明けとともに治っていったような気がします。でも、怖くて動けませんでした。朝になってとにかくその場から離れました。若かった私はその夜のことを、出社した人に次々と話しました。しかしその後、総務部長に呼ばれて、その話は社員にしないでくれ。と釘を刺され、会社のおつぼね様からは、特に女子社員には絶対しないでくれ。と言われました。社長の運転手さんは会社に何十年も在籍している方なのですが、その方から5階の女子更衣室から飛び降り自殺した、ショートカットの女の子がいたと聞いたのは、その何日後かのことです。すべての始まりは、更衣室に入った瞬間の、おしろいのような強烈な化粧品の匂い。誰もいないはずの空間で特定の匂いが鼻をつくのは、霊的な濃度が極限まで高まっているサインだ。最終退社の人には匂わなかったのに、語り手さんだけが気づいちゃった。ラップ音で意識を強制的に覚醒させ、肉体を拘束する。かつてそこから飛び降りた自殺者だな。会社で金縛りに遭うなんてね。数人が必死に口止めしようとしたのは、すでに引きずり込みの定点だと知っていたから。もしあのまま目が合っていたら、更衣室の窓から一緒に落とされていたかも。私の母はとても霊感が強い人です。若い頃から色々なものが見えていたらしく、あまり話したがらないのですが、随分嫌な体験もしてきたようです。そんな母の娘である私はというと霊感がなく、今まで一度も霊を見たことはありません。ですが小さい頃からなんとなく、不思議な経験をすることはありました。これは私が高校生の頃に体験した話です。まず、私が幼い頃から感じていた不思議な感覚についてお話しします。それは、虫の知らせ、というものなのでしょうか。なんとなく嫌な気分がした日の夜、電気を消してベッドに入ると必ず金縛りに遭います。金縛りに遭った翌日は、大抵学校を休むことになってしまいます。体調が悪いわけではなく、気引き、でした。私はいつも親戚や親しい知り合いが亡くなる前日に、何か、を感じるのです。小中学生の頃は曽祖父や曽祖母、遠い親戚のおじさん、おばさん、なんだかわからないけれど、人が亡くなるとこうなるものなのだと思って過ごしていました。そんなある日、大好きだった祖父が入院しました。私は小さい頃からおじいちゃん子で、小中学時代の夏休みには丸々1ヶ月も、祖父母の家に泊まったりしていました。しかし当時の私は高校2年生。バスケットボール部に入部して夏休みは毎日部活で汗を流していました。部活が終わる頃、祖父の病院はとっくに面会時間が終わっていましたし、練習で疲れ切っていた私はほとんどお見舞いにも行きませんでした。そしてついにその日はやってきました。いつものようにぐったり疲れた体をベッドに放り出して、今にも眠りそう。という瞬間、ものすごい耳鳴りが脳内に鳴り響きました。私は急いで目を開けました。しまった。と思いました。祖父が死んでしまう、そう感じました。金縛りで全く体が動かない中、頭の上でシンバルを何度も鳴らされているかのような強烈な耳鳴りと、視界がぐるぐる回る感覚。こんなにひどい金縛りは初めてでした。しかし私は恐怖より悲しみでいっぱいでした。心の中で何度もおじいちゃんを呼び、どうか死なないでと何度も祈り続けました。どれくらい経った頃でしょうか。なんだか祖父の怒りのエネルギーのようなものを感じて、おじいちゃん、ごめんね。と思った瞬間ふっと体が軽くなり、
部屋のカーテンがふわっと揺れました。気がつくと金縛りは溶け、目からは涙がボロボロこぼれていました。疲労が全身に蓄積して重くなった体をなんとか動かし、母の部屋に行きました。驚くことに、母は目に涙を溜めて布団の上に正座していました。母は泣きじゃくった私の顔を見るなり正気に戻ったようで、そのまま二人で祖父の病院へ向かいました。その日は母の妹が夜中の祖父を見ていたのですが、血走った母娘二人が突然来たことに驚いた様子でした。祖父はもう、意識がほとんどない状態でした。三人でこそこそと話していると、祖父が目を覚ましました。最近では1日に一度、意識が戻るかどうかの状態だったようなのですが、なぜか今までで一番はっきりとしていました。すっかり痩せ細った祖父は、夜中の3時に大好物のバナナを1本ペロリと食べ、緑茶を飲み、私の手を握りながらまた眠りました。その日の朝、祖父は亡くなりました。あの日のことを今でも母とよく話します。母も毎回虫の知らせを感じていたようで、祖父の時は特に強烈だったと言います。でも、私にはどうしても引っかかることがあるのです。母は金縛りの間、祖父から私を連れてくるように言われたそうです。母はなんとなく嫌な感じがして、死ぬ前に顔は見せる。でも死んだ後は連れては行かせない。と強く念じたそうです。金縛り中に喧嘩したのはあれが初めてよ。と笑う母を横目に、私はあの時祖父に謝っていなかったら、連れて行かれていたのかもしれない。と思うと、背筋がゾッとしたのを覚えています。その後も、私は何度も虫の知らせを受け取りました。でも今はどんなに親しい人でも、ごめんね、さようなら、と念じるようにしています。このお話は、語り手さんのおじいちゃんが、最後にどうしても大好きな孫に会いたくて、会いに来ちゃったんだよね。美談で終わらせるにはあまりにも、エネルギーが強すぎるけどな。これは未練の裏返しだろうか？お母さんが言ってた、金縛りの最中に、おじいちゃんと喧嘩してたって話、ゾッとしたよ。虫の知らせという名の金縛りは、現世と冥府の境界線が誘拐する現象だ。もし対応が間違っていたら、バナナを食べる祖父の横にいたのは、語り手の魂だったかもしれないな。これは私がまだ高校生の頃の話です。母が霊感のある家系だったためか。私は昔からよくその類のものを見たり、感じたりしていました。この体験もその中の一つです。当時、我が家では夜食をよく食べており、それは外食というのがお決まりでした。その日は、父の気分でラーメンを食べに行くということになりました。我が家は田舎の山の中にあり出かける際は必ず車を使っていたのですが、その時も父の車で出かけました。私は運転席側の後部座席に座って両親の会話には入らず、外を眺めていました。その時、畑の真ん中にポツンと一人で立っているおばあさんがいたのです。時間は夜10時を過ぎて辺りは街灯もなく真っ暗。田舎のことですから周りには民家もなく変だなと思いながらも、農作業の道具でも昼間に忘れたのだろうと思い、気にすることもありませんでした。今にして思えば車で来たにしても周辺に車もなかったし、不審な点はいっぱいあったのですがその時は全く気にならなかったのです。そのままラーメンを食べて家に帰宅し、就寝となりました。はじめはいつも通りぐっすりと寝ていたのですが、深夜2時を過ぎたあたりで突然、金縛りにあって目が覚めたのです。1ヶ月に一度くらいの頻度で金縛りにあっていた私にとっては、またか、というくらいの出来事だったのですが、そこからが今まで体験したことがない出来事の始まりだったのです。金縛りにあってしばらくは単純に動けないだけでした。しかし、
ふと足元をガシッと誰かに掴まれた感覚になりました。そういったことは今までなかったので、私は、と意味不明になりながら、動くこともできずじっとしていました。そうするとその手の感覚は徐々に上に這い上がってきました。腰あたりまで来た時に恐怖が生まれてきて、パニックになり始めました。頭の中では布団の中を見るべきかやめるべきか、と、自問自答を繰り返していましたが、見なくてもこのままだとどうせご対面になるなら、自分のタイミングで見てやろう、と、動く腕で勇気を振り絞り布団をめくったのです。その瞬間、私はそれを後悔しました。めくった布団の中にいたのは、先ほど畑に立っていたおばあさんだったのです。その表情は怒っているような無表情のような、なんとも言えない顔をしていました。ただそれだけで私はそこまで怖いとは感じません。私の怖さの理由は、そのおばあさんの手には、草刈り用の鎌が握られていたことにあったのです。しばらく見つめ合ったのですがその後どうしたらよいのかわからず、めくった布団をおばあさんごとかけ直し、見なかったことにしようと思いました。ちなみに金縛りはと思うかもしれませんが、なぜかその時は解けたのです。布団をかけて何もなかったかのように目を閉じたのですが、先ほど目があったこととさらにまだ腰あたりにある手の感触が、何もなかったようには思わせてはくれませんでした。しばらくしてその手がまた上に這い上がってくるのがわかりました。このままだとまた顔を合わせることになると思った私は、母親から教わっていた呪文のようなお経のようなものを必死で唱えました。その後その呪文が真言宗で悪い霊などに使われる真言だったそうです。その真言を唱えて10回経つか経たないうちに、布団の中の重みが一気になくなりました。まだいるのではと思いながらも私はこわごわ布団を上げましたが、おばあさんは綺麗に消えていました。その後聞いた話によると、私が幽霊を見た畑かはわからないのですが、その周辺の畑の持ち主でその日にお葬式をした人がいたらしいので、もしかしたらその人だったのかもしれません。その出来事があって以来、私は頻繁に幽霊と出会うことになりました。夜遅くに真っ暗な畑にポツンと立つ老婆。車を走らせている一瞬の視界に入っただけで、深夜2時に布団の中にまで侵入されている。勇気を出して布団をめくったら、草刈り鎌を持って中にいるなんて。凄まじい執着だな。お葬式を挙げた近隣の老婆だったというオチ。きっと生前の穏やかなおばあさんではない。お母さんから呪文を教わってなかったら、鎌で何を刈り取られていたんだろう。今回は金縛りのお話だったんだね。体が動かない間に何かが近づいてくる恐怖って、やっぱり慣れるものじゃないね。科学的には、レム睡眠中に脳だけが目覚め、筋肉が弛緩して動かない睡眠麻痺と呼ばれる現象だ。ストレスや疲労、不安によって、脳が防衛反応として幻覚や幻聴を作り出すと言われている。それなら、疲れが見せた幻ってことで安心し。それはどうかな？科学は現象の仕組みを説明しただけだ。なぜ今回の話に現れた怪異たちは、その姿で現れるんだろうな。三つ目なんて、偶然視界に入っただけなのに。ちょっと、考えたくないかな。金縛りという肉体の防壁がゼロになった瞬間、あちら側の住人が滑り込んできているとしたら、科学的な金縛りの状態とマッチしてるってこと？霊障を受け入れるための最も無防備な器ってことだ。もう、深掘りしなきゃよかった。今夜寝るときに意識しないようにしなきゃ。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。